ライブ配信、したいなと思います。はい。いつもの通りですね、話をすることは、決めてはいないんですが、えーと、はい。いろいろね、お伝えしたいなと思います。そうそうそう。前回もね、お話しさせていただきましたが、オーストラリアの映画祭で、ですね、はい。最終、のところ、最終セレクトに、残りました。ありがとうございます。皆さんのおかげで、映画が本当に、広まってきています。オーストラリアの映画祭だけでなくですね、ロシアの映画祭で、もうね、ノミネート、されました。えーのえーとあとは、2年前ですね、ロサンゼルスでの映画祭で賞をいただいたりとかですね、確実に、映画が世界に広がっているっていうのを感じています。で、今度、4作目の撮影ですね、ヨーロッパに行きます。ヨーロッパに行ってですね、そこで、うん、まあ、お話を伺いたい方、インタビューで、インタビューの撮影で行ってきます。何度も、お伝えしていますが、ちょっと、制作費が、足らない、ところで、スタートしています。やっぱりヨーロッパね、行って、何日かやっぱり滞在してきますが、その費用も、であったりとかですね、今後の制作費、ご支援もう毎度応援お願いするのも、大変恐縮なんですが、皆さんの応援を受けてですね、制作していきます。そして、いいものを作っていってですね、世界に届く、世界の多くの人に、届けるように、していきたいなと、思います。最近、YouTube ですね、だんだん、トークが増えてきました。ご覧いただいている方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、宇宙側からね、もう何度も何度も言われました。もっともっと情報を発信していくようにっていうことですね。それを僕は止めてはいけないのかなと思います。で最近うちはですね、YouTube という言葉も、普通に、伝えながら、なんていうんでしょう、発信するようにというふうにね、伝えてくるので、宇宙の中でもですね、YouTube というのが、当然ながらだいぶ認識されてきているのかなと思ったりします。一番動画発信としては、広まりやすいツールかなと思いますし、僕はそれをね、伝えていきながら、で、何か大事な宇宙的なメッセージ、それをお伝え、していけたら、嬉しいなと思っています。なんでしょう、やっぱり発信を続けていくと、やっぱりね、トーク、もう毎日のように喋ったりとかですね、大変なことはあるんですが、それでもですね、いろんなこう喋る、練習にもなったりとかですね、伝える側のこうスキルっていうのをね、磨きながら、たくさんの人に、何か、ね、大事なメッセージね、今日もそうなんですが、お伝えできたらと思ってます。いろいろね、コメント、ありがとうございます。ようこさん、ありがとうございます。いつもメッセージありがとうございます。ゆきうささんですね、こんにちは、ありがとうございます。またメッセージの方にもですね、映画の感想とかですね、あとは、僕のトークであったりとか、YouTube の感想とかもね、いただけたら嬉しいなと思います。つながりながら喋ることが多いので、どこまで、感想をね、読めるかどうかわからないんですが、こうつながって喋ってる時はね、こう読めなくなってはしまうんですけど、後で必ず、全てのコメント目を通させていただいていますので、F さん、こんにちは、ありがとうございます。また、ライブ配信でもですね、こういうことについて、話してほしいとかもね、あったら、ぜひぜひ、お伝えしてもらえばなと思います。どんどんやっぱりそうですね、4作目の映画を進めていく中で、いろんなことはありますが、僕自身が、大きく変わる感じになってきています。どん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 、何か周波数がね、変わってきているというか、自分でも感じます。感覚がより鋭くなるというかですね、
体のね、何度かこのライブ配信でもお伝えしていますが、4作目の、映画制作でね、分かったことが、その僕の、ずっと付き合っていくような病気ではあるんですが、その病気が分かったということは、大きかったなと思います。食事制限からですね、いろいろしていくと、例えばですね、砂糖を取らないだけでも感覚って随分変わるんだなって思いました。逆に言うと砂糖を作っていらっしゃる会社もあるので何とも言い難いんですが、全体的にはやっぱり、取り過ぎ傾向があるのかなと思うんですが、それをやっぱり適量ですね、控えていくだけでも、体の感覚っていうのは戻りやすいのかなと思います。うんとそうですね。こういうセッションがね、この間ありました。僕はヒプノセラピーをしている時に、受けてもらった方は、何か、受けようと思ってなかったらしいんですけど、宇宙側からこう僕のサポートをするようにっていうふうにね、言われて受けたっていう。で、申し込む時もその人が抵抗しようとしたらしいんですけど、抵抗しきれずに申し込んじゃったっていう、ケースだったんですね。で、僕はその方のセッションを、誘導していってですね、で誘導していってどうなったかといったら、まず最初簡単なイメージの練習からご紹介少しするんですけど、でもうそのクライアントさんがもう待てないみたいですっていう感じでですね、で宇宙存在とつながっていろいろ、僕にアドバイスをね、してくれたっていう感じです。でそのセッションは不思議で、その方が両手で何かをこういう感じですね、こういう感じでなんかエネルギーを集めるんですね。エネルギーで、その方は勝手に手が動くらしいんですね。で天とこういうふうにしてました。天と私でつなぐっていう、この動作を続けててですね、でそれをその方が自分でやっていったわけじゃなくて、勝手に動いたっていう感じらしいんですね。で僕とそのクライアントさんと、手をつなぐ、結ぶっていうような感じのことをね、ずっと言ってまして、で宇宙存在がエネルギー、その方の体を通じて何かエネルギーを集めて、で受け取ってくださいっていう感じで、何度か言われまして、でそれを受け取ってっていうことをやったんですね。でその方が手がこういうふうに動きながら、でその方が解説してくれるんですけど、今僕の、その方からするとミキさんのエネルギーを調整しているみたいですって言って、宇宙存在がその方の体を借りて僕を調整するっていう感じだったんですね。で僕の体をすごく心配してくれてですね、心配っていうのは、僕のエネルギーがどんどん上昇というか上がってきてるっていうことなんですね。その宇宙的なエネルギーがすごく強くなって、実際、宇宙語とかも溢れるばかりもう勝手に出てきたりっていうことがあるんですけど、でそのエネルギーに対して、ボディが、耐えにくい状態まで来ているっていうことなんですね。なんとなくわかりますかね。僕のエネルギーがどんどん上昇しながら、それを包んでいるというか、その受け止めている体が受け止めにくいような感じになっているっていうことなんですね。こういうのを YouTube のライブ配信でするのもどうかなとは、思うんですが、きっと大丈夫かなと思う感覚のまま、お話ししたいなとは思うんですが、でその体が、どうもかなり負担がかかっているっていうことなんですね。で負担がかかっていて、でそれを整えるために宇宙側がそのクライアントさんに僕の個人セッションを受けさせて、逆なんですけど僕のヒーリングをするっていう感じのセッションがありました。でその方がもう勝手に手が動いてというかでそれを受け取ってくださいっていうのを何度かやったんですけど、実際僕のエネルギーがすごく、変わるんですね。で、終わる頃には本当にまた何か、進化したなっていう感じになったりします。でもうどんどん
もう今はですね、もうすごく人が進化しやすい時に来てるなと思います。ものすごく進化しやすいんですね。もう地球のエネルギーがもうかなり進んで上昇してきていて、で人が変化しやすい周波数に変わってきているんですね。でそこで、これから大事なのが、変わらない自分は変わらないぞっていう変わらない選択をするのではなくて、変わる選択をするっていう感じですね。変わる選択をしていくと、宇宙の進化とともに一緒に進化できるっていう感じですね。一緒に成長できるっていうような感じです。だからこれからは個々で、自分が成長しようとか、そういうよりは地球に委ねていくとか宇宙に委ねていくとか、そういう感覚がやっぱり大事なのかなって思います。で宇宙を感じてもらいながら、それに流れに乗っていくと、勝手に宇宙と地球がその人をこう動かしながら、進化する方向に行く感じになるんですね。で心の中であったりとか体のところ、体のあらゆる部分のブロックとか、抵抗を手放していくっていうのはすごく大事ですね。だから自分自身に対して素直になるとか、相手に対しても素直になるとか、地球や宇宙に対しても素直になるっていうような感覚ですね。でその感覚でいると、地球や宇宙と一体になるっていう感じですね。でそうしもうそれでいいのかと。もう今まではもう私たちは学校とか、親からとかよく考えなさいよく考えなさいって言われてきたと思うんです。皆さんもどうでしょう。学校で必ずね通ってきた道じゃないかなと思うんですけど、よく考えなさいとかっていう、言葉を何度か聞いたかなと思うんですけど、よく考える、これはこれでいいことではあるんですが、これからはやっぱり考えるより、委ねるっていうところが大事なのかなと思います。だから何でしょう、自分のハートがこうしたいからこうするっていうのももう一つ超えて、ただただ委ねていくとすごくいい方向にその人を、宇宙が使ってくれるというか、導いてくれるっていう感じですね。でお名前出してもいいとは思うんですけども、この間京都の鞍馬寺に行くように、ご存知ですかね。霊気の発祥の場所というふうにね言われていたりとか、鞍馬寺に行くようにというふうに言われて、で翌日行ったんですね。で翌日行ったら、食事が鞍馬寺の、本当にすぐ近くというか目の前というかで、食事をするところでもうガラッと開けたら、ご存知の方もねいらっしゃると思うんですが、菅さんという方がねいらっしゃって、で絶対そうだろうなと思いながら、小文字の菅でドットっていうふうに書く方なんですが、瞬間移動される、方の瞬間移動されるという、ことなんですが、その方、一応ね僕も、講演会にね参加させていただいたことがあって、船井オープンワールドっていうね大きなイベントの講師としてですね菅さんが出られてたんですが、たまたま行ったら、宇宙の導きですねで行くようにっていう感じで言われて行ったら菅さんにお会いしてですね、で、間違いじゃないと思うけどと思って、お声かけさせていただいたら、菅さんでいろいろ、お話、させていただいてですね、で映画のこともお話ししたら知っていただいててですね、本当に嬉しいなと思ったんですが、そういう不思議なことっていうのがやっぱりありますよね。そこに対して例えば、鞍馬に行くっていうことで、
思考で「いやどうかな、いや急にはいけないしな」とかっていう風に、頭でこう止めてしまうと、そういう出会いはやっぱりなかったなと思うんですね。でも、その感覚のまま行った方がいいんだと、行くべきなんだというその感じるまま、行ったら、もちろんそういう方にお会いできると思ってもないですけど、で食事のところで開けたら、いらっしゃってっていうことで、たまたま隣の、席になってですね、でその空間に、誰もいなくなった時にですね、ちょっと声をかけさせていただいたんですが、そういう、不思議ななんか導きっていうのがあるなと思うんですね。菅さんとお話ししてたらものすごくしっくりくるんですよね。なんかこうもちろん懐かしさもありますし、何かこう深いところでつながっているっていう感じですね。うんまだからこれは、菅さんにもご縁ですねみたいな感じで言っていただきながら、本当に不思議なご縁だったんですが、どうでしょう、皆さんでもそういうことあるんじゃないかなと思います。よかったらね、そういうのもコメントいただけたらと思いますけど、感覚のまま動いたら、ある人に会ったとかですね、知り合いに会ったとか友達に会ったとかも含めてなんですけど、いろんなことあるなと思います。あるお話ではですね、僕が、三重県の津出身なんですね。で今は伊勢の方にいるんですけど、で四日市のところ、両親が津にいてですね、で四日市っていうところでたまたま四日市に百貨店があってですね、でたまたま父親を見かけたんですね。こんなところにいるんだと思ってですね、でちょっと見失いながら、ですぐ電話があったんですね。で着信見たら父親からだったんですね。父親も僕を見かけたんだと思ってですね、で、で電話に出たんです。で電話に出たんですけど、声聞こえないんですね。なんかザーっていうか、なんかそういう音で「もし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 」って言っても何も聞こえなくてですね、で俺はどうしたんだろうと思って、でそれ2回やった、1回かちょっと回数は忘れたんですけど、でその後無事にというか父親に会ってですね、夜食事したんですけど、で食事中にですねさっき電話もらってっていう話をしたらですね、なんとですけど、なんと父親は電話はしてないっていうふうに言うんです。びっくりですよね。父親がその百貨店でいて、見失ったなと思って父親から電話がかかってきて、で出たらなんかこう声は全く聞こえなかったんですけど、そのタイミングがまずびっくりなんですけど、で着信履歴を見てみると、やっぱり父親から電話があったんです。僕の方には着信履歴があったんです。いやいやだからほらほらって電話があったよっていう話をして、でいやしてないって言うんです。父親はそういうので冗談言う人では全然ないので、父親の携帯を見たんですね。そしたら発信履歴のところで電話してないんですよ。どういうことか分かります。父親は電話はしてないんです。でも僕のところに電話があって着信履歴で名前も残ってるっていうことなんですよね。だから、ご先祖様か何か分からないですけど、僕と父親が近いところにいたからなんか教えたかったんでしょうね。教えたいけれど、もどかしかったんですよね。近くにいるから会うようにみたいな感じでしょうけど、でここであウルトラ C っていう言葉を使いたいんですけど、最近ウルトラ C は使わないっていう意見をちょっといただいてですね、ウルトラ C っていう言葉すごく使いにくいので最近はチートに変わっているっていう話を聞いてですね、チートっていうのがあんまりピンとこずですね、そういうウルトラ C というか、世側のウルトラ C なんですかね、僕に電話の着信履歴をしたっていうのがあってですね、いろいろびっくりしたんですよ。だからご先祖様の霊なのか天使なのか何かは分からないんですけど、
要はそういう存在は電話かけれるんだっていうことですね。で電話をかけるだけじゃなくて着信履歴も残せるっていうことですよね。でも父親の携帯からは実際にかけてないので、もう本当に父はそういうので冗談も何も言わない本当に真面目な方なんですけど、でもう本当にそれはもうびっくりしてですね、そういうことあるんだなって思ってですね、皆さんの中でも不思議体験があったらコメント欄に、ちょっとでもこうね書いていただけたら嬉しいなと、思います。そういう感じですね。だからどうも私たちのいる世界は、自分でいろいろしてる感じだけれど、何か見えない存在が何かをしてる、うまく調整してるとか、そういう感じなのかなと思うんですね。だから、そういう意味でもやっぱり委ねるっていうところは、これから先大事なのかなって思います。僕もね映画を作りたくて作ってるわけじゃもうなかったですし、もう作らないといけないっていう感覚のまま作ったっていう感じなんですが、それこも委ねるっていう感じなのかなと思うんですがそういう、感じでですね、例えば今ライブ配信をね見てもらってる方も自分の意思で見ているかもわからないですけど、実は、何か、見えない存在によってこう見るように導かれているかもわからないんですよね。そういう、感じですけど、本当不思議ですね。その電気機器をね、何かできるっていうのは僕も知ってはいたんですけど、そんな携帯に着信履歴を、残しながらで、それも絶妙なタイミングですから、父親を見て声かけようのかなと思ってちょっと一旦見失って、でそのタイミングで電話がかかってきて出たけれど、なんかザーというか全然何も声は聞こえなかったんですね。でここ声聞こえないですよね。見えない存在が僕にかけてきているので、見えない存在が僕に電話をかけてきていて、何か声聞こえたらちょっとそれはそれで怖いかなとは思うんですが、怖くはないでしょうけどね、その電話越しに、見えない存在が何か言ってきたら、それはそういう携帯とか使わず直接言ってきてとは思いますけどね、そんな感じですけど、本当に、不思議なことってねたくさんあるなと思います。僕の体がね変わってきた頃も、何かエネルギーのこう変化ですごいもう変わっていくっていう時はですね、その頃東京にいたんですけど、18、から、19から、東京だったんですが、でその東京の書店でいて、で、カナダのなんか旅行かなんかのポスターがあったんですね。貼ってあって、すごい自然でいいなって、いつか行けたらいいなっていうふうに思ってて、で普通に書店に貼ってあるポスターに触れたんですけど、で手を離したらもうそのポスターの僕が触れてた部分のインクが溶けてるんですね。普通ポスターって溶けないとは思うんですけど、インクがもう離したらもうその部分のインクが溶けてて、普通のもう、ポスターというか普通の宣伝用のもう写真とかでも、写真っていうかもう普通のポスターですねが溶けてるっていう感じだったんですけど、その頃は僕の何かが変わってきているのか、いろんなことがあったんですね。で普通に携帯を掴んでて、でしばらく1分か2分かこうポケットの中で掴んでたんですかね。ででパッと見てみたら画面が消えてるというか、要はもう壊れたんですね。携帯が握ってると壊れるとか、触れるとポスターが溶けるとかですね、危険な当時危険な感じかわからないんですけど、そういうふうに、いろいろ体が変わっていったんですね。なんかこうそういう目覚める時っていうのは、そういうこともあるんじゃないかなと、思います。で、コメントもいただいてますね。
亡くなったお父さんのお父さんの携帯が、あ、亡くなったお父さんの命日に、お父さんの携帯がもうつながってなかったのに、着信を知らせるライトが、点滅したっていうことなんですね。こうこさんメッセージありがとうございます。そういう不思議なことは、ありますね。いやこれもね、お父さんが亡くなられて、命日に、そのお父さんの携帯もうつながっていないのに着信を知らせるライトが点滅したということですね。本当に不思議ですね。そういうこと、やっぱり、ありますね。あとは僕の知ってる限り、僕の知ってる、整体をねしてた時の、整体を受けに来てくれた、クライアントさんなんですが、3人お子さんがいらっしゃってですね、3人お子さんがいらっしゃって、1人目2人目生まれて、3人目生まれる1年前にその方のお父さんが亡くなられたそうなんですね。でお父さんが亡くなられて、その1年後に、息子さんが生まれて、なんですけど、でそのお父さんが亡くなられた命日と同じ日にその子が生まれたんです。ちょうど1年後のその時に、生まれたんですけど、それだけだとある話かなとは思うんですが、そこから先がびっくりで、その1年後に生まれたんですが、そのお父さんが亡くなった時間と分と1年後にその子が生まれた時間と分が全く一緒だったっていうことなんです。その3人目の子が生まれる1年前にお父さんが亡くなられて、その時間と分と全く一緒の時に1年後に息子さんが生まれたっていうことなんですね。何かこれ知らせてるんじゃないかなと思うんですね。そのお父さんはその、クライアントさん、女性なんですが、その、娘さんのことをすごく、可愛がってたみたいで、お父さんの生まれ変わりだよっていうことを教えてるのかなっていうぐらいに思ったんですよ。でなので時間と分が全く一緒で、なんか似てたりするところ、お父さんと似てたりするところあるんですかって聞いたら、その子まだ、生まれて、まだ小学校低学年か、それぐらいだったんですけど、生まれ、にも成長してて、でなんか、ある漬物が好きとか言ってですね、で、低学年の子なんですけど、なんかそういうところが、お父さんと似てたとかですね、ひょっとすると、生まれ変わりなのかもわからん、なのかなと思ったりしますし、それを知らせるために、時間と分と同じで、もう極端な話、秒は測らないかもわからないですけど、秒も1秒くる、もうほぼ同じ、秒で生まれてきてたかもわからないですよね。そういうお話っていうのはやっぱりもうたくさんあると思いますし、たまたまねこの、今日先ほどメッセージいただいたコウコさんっていう方の、お父さん亡くなられたお父さんの携帯が、もうつながっていないのに命日に着信を知らせるライトが、点滅っていうことですね。だから、その体を脱ぎ捨てて、人生を終えてですけれど、でも何か知らせることができたりとかですね、電化製品を何か動かしたり、何かを、伝えてくるとか、いろんなことをひょっとするとできるんじゃないかなと思います。で例えば、僕は昔ですね、飼ってた犬がいてですね、で飼ってた犬がいて、ある時、急に亡くなったんですね。で急に亡くなって、その翌朝、僕は上から降りてきて、2階から降りてきて、で僕が降りてくると、なんか、それに合わせてその犬が何か食べ始めるんですね。いつもそういうふうにしてたんですけど、犬用のガムというか棒状になっているものなんですけどね。で
亡くなった日の翌日に僕は2階から降りてきたら、ちょうどそれに合わせて食べるタイミング、いつも食べるタイミングでカランって棒が倒れたんですよ。動いたんです。その犬はひょっとすると自分が自分が亡くなってるとかっていうことを分かってなかったかも分からないんですけど、だからその犬の同じスポーツみたいですけど、ルーティーンというかですね、同じ行動をしたっていうことなんですよね。それで動かせるっていう、ところだったり、してですね。で、そのあたりも本当不思議だなと思います。もう間違いなく、その子、その飼っていた犬がいつも僕が2階から降りてくると加え始めるっていう、それをしていたっていうことですね。それと本当に不思議だなと思いますけど、このね、私たちが生きてる世界と亡くなっている世界の何でしょうね、もう私たちはそれを生きてるとか亡くなっているっていうふうに分けるんですけど、もうそうじゃないかもわからないですね。その分けるとかではなくて、体を持っているか、もう、今は体を持っていないかっていうだけのことかもわからないなと思います。だからそういうふうに、分けるっていうのももう、なくなっていくというか薄れていくんじゃないかなと思います。で、高知の宇宙存在に行くとどうももうほとんどが体を持っていないっていうことなんですね。だから体を持っていないけど生きてるっていう感じで、私たちは体を持って生きてるけど、亡くなった方は体を今はないけれど普通に存在してる、生きてるっていう感じなのかなって思ったりします。だから生きてる世界と亡くなってる世界を分けるとかでもなく、全部がつながっているというか、もう、一緒というか、そういうような、感じなのかなと思います。そういうところも含めて、もうどん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 一つになっていく、そういう方向性になるのかなと思います。私たちが向かっていくべきところは、地球も地球の存在も宇宙も宇宙の存在も全てが一つになって進んでいくっていうところなのかなと思います。なんとなく想像してもらうとね、分かりやすいかなと思うんですけど、全て宇宙の存在、地球の存在、動物とか、体を持たない、人たち、全てが一つになって、向かっていくとすごい宇宙が開くというか地球が開くというか、そういうような感じですね。そういう方向に今来ているんだなと思います。地球の中で、争いの歴史がたくさんあったわけですけど、それがもう、変わっていって手を取り始めて、それは生きてる人も亡くなった、地球をね卒業した人も全ての人が手を取り合いながら進んでいく、そういう感じなのかなと思います。今日もまだまだねお話ししたいところではあるんですが、また YouTube でもね、いろんなことをお話ししたいと思います。少しちょっと告知もさせてください。10月10日、この辺りギャラリーでも概要欄にも書かせていただくんですが、今ここね伊勢のギャラリーでお話をしています。伊勢神宮の下空から歩いて5分ぐらいの、場所なんですが、そこで10月の11日はですね、映画だけなんですが、上映会があってですね、で18日は、ワークがあります。今度はですね、お金の神様と対話するっていう、ワークです。今ねやっぱり物価高とかもいろんなのでねお金を心配されている方もたくさんいらっしゃいますし、いらっしゃると思いますし、僕は僕で映画の制作費を捻出できていないっていう、ことも抱えながらですね、直接松本純子さん、に受けていただいて、ツールアとつながる松本純子さんにお金の神様とつながってもらって、僕が直接お金の神様に
いろんな質問をしていくっていう、そういった、ワークにもなります。もちろん、え参加される方、オンラインでも配信もありますので、オンラインで見てもらっている方とお金の神様とつなぐっていうワークもね、したいなと思いますね。そういった誘導であったりとか、お金の神様から自分で直接メッセージを受け取るというね、こともしていきたいなと思います。どうでしょう。そのエネルギーを浴びるだけで何か違う感じしますよね。お金の神様の、エネルギーというかですね。それを自分自身で体感するというか対話をしていくっていうそういうような感じです。そこでね何か、メッセージを受けていただけたら嬉しいなと思いますし、もう僕自身もすごく楽しみです。お金の神様に直接いろんなことを聞けるっていうのはね、本当に楽しみ、です。あとはですね、11月の15、16でですね、15日もまたここでワークをします。まだちょっとテーマは決めてはいないんですが、15がそのワークで、16日、土曜日と日曜日で、16日は池川明先生に来ていただきます。で、僕と池川先生とのトーク、コラボがあります。で、ですので、15日、11月の15日、16日、スペシャルな2日間になりますので、よかったら宿泊も合わせて来ていただけたらと、思います。あとはですね、この後は、メンバーシップの方、オンラインサロンの、僕のオンラインサロンの方にですね、誘導瞑想をしていきます。また、メンバーシップの方でですね、入っていただけたら、月に何度か、誘導瞑想もしてたりとかですね、いろんなことをオンラインサロンでやったりしていますし、オフ会も11月にあったりします。いろんなことをね、情報もシェアしていますので、よかったら、入っていただけたら嬉しいなと思います。そんな感じなんですが、これからどんどんですね、映画の制作も進めていきながら、いろんなこと、僕自身も変わってくると思いますし、その、僕自身の変化もね、このライブ配信でも、お伝えしていけたら嬉しいなと思っています。皆さんにいろんなね、情報も伝えながら、地球の、情報というかですね、現実というか、一緒にね、学んだり感じたりしていけたら嬉しいなと思います。では今日は、この辺りでお話を終えたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。では失礼させていただきます。